お前みたいなボンクラがどの面下げて、もっと身の程をわきまえろよな。仕事が忙しすぎて家政婦を頼んだ俺に対し、意地悪な上司が俺を仕事仲間の前でバカにし始める。その話を聞いた美人家政婦は急に黙り込み、エプロンを脱ぎ捨ててまさかの行動へと出るのだった。俺の名前は高梨優太。建築関係の会社に勤める37歳の独身だ。産業高校を卒業してた俺は土木関係の資格をいくつか取得しており、その資格を生かした仕事に就きたい。そう思ったことから建築関連の会社へ入社を希望。見事に合格し、高校卒業と同時に今の会社でお世話になっている。職人が多いこの業界では一番下っ端の俺はもちろん召使いのごとくこき使われまくっていた。ゆうた、次これ用意しとけ。はい。ゆうた、こっちも足りてないぞ。ただいま。来る日も来る日も雑に扱われる生活が続いたが、次第に親方から先輩たちまで俺の熱心さに心を開いていってくれた。そのおかげもあり、現在では雑用以外の建築関連の仕事を任され、ようやく職人の仲間入りができるほどまでの実力をつけることができている。お調子者でたまにドジ踏むけどよ、お前の根性は認めるよ。うちに働きに来てこんなにも長く居座れるやつは久しぶりだ。ゆうたは俺らの息子みてえなもんだからな。20歳のお祝いだと飲みに連れて行かれた時、先輩たちの本音を初めて聞かされ感動した。みんながこんなに厳しくするのは命の危険と隣り合わせの仕事だからだ。下手に覚悟ないやつは優しくするだけ危険な目に遭わせるかもしれねえ。俺たちが厳しくするのは仕事にプライドを持ってやってほしいからなんだよ。お酒をたしなみながらなぜここまで厳しくするのか、なぜこんなにも熱意を持って接してくれるのか、その真意を語ってくれる親方たち。いつしか俺はそんな親方や先輩たちに敬意を払い、親父と兄貴なんて呼ぶようになっていた。その話を聞いて以来、俺の仕事熱はより一層熱心さを増し、いつしかみんなから一目置かれるような存在にまで上り詰めていた。ゆうた、お前現場監督の資格を取りに行く気はないか？現場職をし始めて5年が経った頃、親父から話があると呼び出された。何の話か問いかけると、まさかの監督をやるための話だったのだ。いろんな分野のプロが集まる中、その人たちをまとめる存在は現場において必要不可欠。そのリーダーをするためには専門の資格が必要となり、それがない場合は現場監督を務めることができないのだ。そんな大役、自分なんかに務まるわけがない。はじめはそう思い、親父からの誘いには断りの返事をしていた。けれど、それを変えるきっかけとなったのが、俺の家に家政婦として来てくれている三田村姫野の存在だった。お帰りなさい。忙しかったでしょ？お疲れ様でした。三田村さんは俺が雇い始めて半年ほどになる家政婦さんだ。もともと家事全般が苦手なことからハウスキーパーを利用した経験があり、その話を親父に話したところ、それならうちの知り合いの娘さん、よかったら雇ってやってくれないか？と紹介されたのが三田村さんだ。三田村さんははじめ家から少し遠いハウスキーパーの会社に勤めていたのだが、通勤時間が長いというのが悩みだったらしく、転職を考えていたそうだ。お前んちとなれば距離もだいぶ短くなるし、姫野ちゃんも助かると思うんだ。他でもない親父からのお願いだ。無限に断るなんてできるはずもなく、俺は二つ返事で親父の申し出を受けることに。以来三田村さんにはうち専属の家政婦さんとして働いてもらっている。ただいま三田村さん、いつも遅くまですみません。構いませんよ。私が勝手に心配で待っちゃってるだけなので。三田村さんはいつも契約時間を過ぎても俺の帰りを待っていてくれる。待ってくれている間の賃金は発生していない。それなのに一人暮らしの俺を気遣い、三田村さん自らが自主的に待ってくれているのだ。
晩ご飯すでに食卓に並べてあるので、ゆっくりお休みになってくださいね。いつもありがとうございます。三田村さんも帰り道気をつけてください。いつものように柔らかな笑顔を浮かべ、そそくさと家を出ていく三田村さん。俺が仕事で疲れているだろうからと、不用意に話をせず、一言二言交わしたらすぐに一人にしてくれるのだ。そんな彼女の優しい心遣いと愛らしい笑顔を見ると、帰ってきたなという実感が湧いて、いつもほっこりしている。そんなある日、たまたま早上がりになったため、いつもより早めの時間に帰宅。三田村さんを夕飯に誘い、今日は一緒に食卓を囲むことにした。こうして一緒に食べるの初めてだから、なんだか不思議な感じがしますね。微笑みながら幸せそうにつぶやく三田村さん。彼女が勤務中の間、家にある食材を使って飲み食いは自由にしていいと俺から申し出ていた。そうですね。でもおかげで直接味の感想が言えます。何気なく言った一言に三田村さんが驚いたような顔でこちらを見つめる。きっと俺が変な言い回しをしたから不安にさせてしまったのだろう。いや、ごめんなさい。そういう意味じゃなくて、俺ずっと三田村さんを食事に誘いたいと思っていたんです。一緒に食卓を囲みながら、機会があれば直接美味しいっていうのを伝えたくて。三田村さんは俺が帰ってくると、たわいもない話もする間もなく帰ってしまうため、なかなか日頃のお礼を伝えられずにいたのだ。いつも家を清潔にしてくれたり、美味しいご飯を作ってくれて、本当にありがとうございます。すごい感謝してます。本心からの気持ちを伝えると、三田村さんは至極幸せそうに微笑み、こちらこそと頭を下げてくれた。高梨さんに拾っていただいたおかげで、母との時間もたくさん取れるようになりました。本当に感謝しています。実は三田村さんのお母さん、交通事故の後遺症で足にハンデを抱えており、彼女は母親の介護もしながら仕事をこなしていたのだ。本当にけなげな子でな、自分の幸せよりも母親の幸せなんて考えて、俺は彼女に心から幸せになってほしいと願ってるんだよ。父親目線で三田村さんの事情を話す親父は、心底彼女のことを心配していたのだろう。それほどまでに三田村さんは献身的であり、俺はそんな彼女の支えになりたいと、この時から思っていた。そんな彼女を雇うようになった時、家の掃除や炊事が終わったら、契約時間内でも好きに家に帰っていいと三田村さんには伝えていた。お母さんと一時でも長くそばにいてあげてください。そういった思いを彼女に伝え、彼女もその言葉に甘えてくれている。高梨さんに拾っていただいたおかげで、母との時間も以前より格段に増えましたし、何より自分の負担がすごく減りました。高梨さんには感謝しかありません。そう言って笑ってくれる三田村さんは、本当に幸せそうな笑顔を見せてくれていて、彼女の力になれてよかったと喜びに浸っていると、不意に親父から言われた監督の話を思い出した。どうかしましたか？俺が突然として黙り込んでしまったからだろう。三田村さんが心配そうに俺の顔を覗き込む。いや、今日親父から話をもらって。親父って社長さんのことですか？はい。俺は彼女に事の経緯を話し、自分がどうしたいのかわからないとぼそっと弱音をこぼしてしまった。親父の気持ちは嬉しいけど、現場監督はすごく大変で難しいって聞いてて、俺みたいな下っ端の人間にそんな仕事が務まるんだろうかって不安で仕方ないんです。不思議な感覚だった。今まで誰にもこんな弱音を見せたことはないのに、三田村さんの前だとまるで母に甘えてしまうかのように自分の本音を次々とこぼしてしまう。彼女の包容力と優しさに甘えているからだろうか。いつにも増して自分の気持ちを口にし、言い終わった頃には彼女は箸を置いて俺の手を優しく握ってくれた。大丈夫ですよ、高梨さん。俺の手を包み込むように握りしめてくれる三田村さん。握られた手から伝わるぬくもりにドキッとしていると、三田村さんが優しい笑顔を見せてくれた。
高梨さんならきっと素晴らしい監督さんになれます。私が保証します。本当はなりたいんですよね。俺の背中を優しく押し応援してくれる三田村さん。その天使のような温かい微笑みに、自信のなかった俺の気持ちがどんどん前向きなものへと変わっていく。私、高梨さんが監督さんになるのを全力で応援します。家事代行しかできないけど、お仕事遅くなっても、疲れて帰ってきても、この家を暖かい場所にして帰りを待ってるんで。だから頑張ってください。やりたいことに全力でぶつかってきてください。一度しかない人生ですよ。そう言って俺に向かってガッツポーズを見せる三田村さんがあまりにも可愛すぎて、この人が奥さんになってくれたらな、そんな気持ちが俺の中で芽生えてしまった。ありがとうございます、三田村さん。明日、親父にちゃんと話してみます。資格取得したいって。合格した時には一緒に盛大にお祝いしましょう。私、ケーキとかお菓子作るの大得意ですよ。お祝いしてくれるんですか？当たり前じゃないですか。二人で合格もしてないのに未来の話で大盛り上がりし、この日俺は試験に合格したら三田村さんに告白することを決意した。そして試験当日、彼女への熱い思いを胸に秘めながら試験に挑み、無事に終了。合格発表はインターネットを通じ、会社のパソコンからみんなで見ようということになった。受かってるといいな。大丈夫だろう。親父もあんだけ協力してくれてたし。何よりゆうたのやつ、バカみたいに頑張ってたからな。これで受からないなら、俺が試験官に問い合わせの電話を入れてやる。兄貴たちが俺以上に発表をドキドキしながら待っている中、一人だけ場の空気を乱すように、ある人が俺をバカにし始める。どうだか、こいつ頭悪いんだから、そんな簡単にその試験に合格なんてできないでしょ。桐野仁、俺の上司にあたり、すでに現場監督の資格を持つ兄貴分の一人だ。俺が入社してから誰よりも俺のことをこき使い、みんなからも冷たい視線を向けられている会社での厄介者。親父も桐野さんの横暴さにはほとほと困り果てており、それもあったからこそ、俺に現場監督になってほしいとお願いしてくれたのだ。あいつは調子に乗りすぎてる。いつかでっかい問題を起こしかねない。でもうちの会社には、あいつ以外に監督の資格を持っているやつがまだいない。だからお前に頑張ってほしいんだ。なんで親父が俺にあんなにも資格取得を促していたのか。その理由を打ち明けられた俺は死に物狂いで勉強した。誰よりも遅くまで仕事をしたし、三田村さんにも帰るのが遅れると断りを入れて、彼女を巻き込んでまで今まで以上に仕事へと打ち込んで、親父や三田村さん、みんなの思いに応えたい。その一心から人生で一番と言っても過言ではないほどにこの試験に全てをかけていた。そんな必死さも知らない桐野さんは、なおも俺のことをバカにし続けてくる。高卒の分際で身の程知らずすぎ。お前みたいなやつがあの試験に合格するなら誰だって簡単に通れるって言ってるようなもんだろ。そんなにあの試験は甘くねえんだよ。夢見るのは諦めな。合格発表まであと数分。その間に俺のことをこれでもかというほどにバカにしてくる桐野さん。兄貴たちのボルテージも上がり、今にも一触即発。みんなが俺の代わりに怒ろうとしたその瞬間だった。なら、そんな人がこの試験に合格したら、あんた全員の前で土下座して謝りなさいよ。なんとそこにまさかの三田村さんが現れたのだ。三田村さん？姫野？俺が驚いたのと同時になぜか桐野さんも驚いて、俺と桐野さんはお互いに顔を見合わせ、三田村さんと相手を何度も交互に見直した。誰だ？さあ、にしてもべっぴんさんだな。兄貴たちは三田村さんのことを知らず、お互いに顔を見合わせながら事務所の中がざわつく。いきなり登場した三田村さんに訳がわからず、みんなが混乱していた。なんでお前、姫野のことを知ってるんだよ。
そんな中、誰よりも大声で真っ先に口を開いたのは桐野さんの方からだった。私が彼の家政婦をしているからよ。三田村さんはエプロンを脱ぎ捨て、言っていた髪の毛を解き、長い黒髪を振り乱しながら桐野さんの前に立ちはだかり、俺を守るように仁王立ちで彼を睨みつける。状況がわからない俺が唖然としていると、そこに親父が現れて、あちゃーと言わんばかりに額を押さえて困惑していた。今日は桐野を現場に行かせてたはずなのに、なんでこんな時にあいつが帰ってくるんだ。親父、これは一体。姫野ちゃんと桐野は元婚約者なんだよ。え？衝撃の事実に驚きの声を漏らす俺。兄貴たちも親父の話に耳を傾けながら、みんなで事の経緯について話を聞くことにした。って言っても、身内乗りでよく聞く、うちらの子供が結婚したらさ、みたいな軽い感じの話だけどな。あそこは親同士が仲いいもんだからよ。親友みたいな二人の子供だから、お互いの両親が盛り上がって勝手に言ってただけって話だ。罰悪そうに頬をかきながら三田村さんに問い詰められる桐野さんを見守る親父。俺たちも彼らのやりとりを横目に親父の話に耳を傾けた。でも思春期入った頃から桐野があんな横暴なやつになっちまったみたいでよ。親でも手がつけられないほどにだらしない大人になっちまって、見かねた桐野の両親が俺のところにあいつを預けてきたってわけだ。少年を叩き直させるためになと言いながら大きなため息を漏らす親父。結果、マシになりはしたものの、あの横暴さと無神経さだ。親父でも相当手を焼き、兄貴たちもその苦労にはものすごく共感していた。お前がひどい扱いされていた時も止めたんだけどな。お前がみんなから一目置かれているのに嫉妬してか言うこと聞かなくてよ。実はお前に現場監督を勧めたのも俺たちだったんだよ。衝撃の事実に俺は目を見開いて驚きをあらわにした。ユータが実力でのし上がってるのを見せたらあいつも認めざるを得ないんじゃないかってな。けどあいつはダメそうだ。お前の合格発表の日にまであんな言葉を言ってきやがってさ。みんなが呆れ返る中、合格発表の言葉が聞こえた三田村さんが誰よりも先に声を上げた。そうだ、合格発表。高梨さん、どうだったんですか？三田村さんのその言葉を合図に、全員がパソコンの画面に釘付けとなる。親父が指で番号をたどりながら、全員で俺の受験番号を探す。画面に穴が開きそうな勢いで釘付けになりながら探していると、一人の兄貴が俺の受験番号を発見した。あったぞ、合格だ、高梨。お前合格してるよ。雄たけびに近いような歓声が上がる中、みんなが俺の頭をぐしゃぐしゃになるまで撫で続ける。親父も喜んでくれているのか、涙ぐみながら俺の合格をお祝いしてくれて、俺も心の底から喜んだ。そして何より喜んでくれたのは三田村さんだった。よかった、本当によかった。高梨さん、おめでとうございます。涙ながらに俺の合格を喜び、勢い余って抱きついてくる三田村さん。俺は彼女を支えるようにしっかりと抱き留め、泣きながらお祝いしてくれる彼女の涙を優しく拭い取る。ありがとうございます。三田村さんが応援してくれたおかげですよ。そんな。でもどうして三田村さんがここに？あ、そうだった。これを。そう言って渡されたのは今日に限って忘れていた俺の弁当だった。お弁当のことを社長に話したら、それなら一緒に高梨さんの合格見守ろうって提案されて。桐野が今日は現場のはずだったからな。そう言って親父が視線を桐野さんに向けると、桐野さんは顔を真っ赤に染めながら悔しそうに俺を睨みつけていた。俺より煩悩のくせして、なんでお前ばっかりがみんなにそうやって優遇されるんだ。ひいきだろう。どうやら桐野さん、俺の合格発表が気になり、急いで仕事を終わらせ、事務所に帰ってきたそうだ。
俺がどうせ落ちているだろうと思いバカにしようとしたと先輩たちにこぼしていたらしい。そうやって人のことをひがんでばかりだからでしょ。俺にひがみをぶちまける桐野さんに対し三田村さんがきつい一言を浴びせる。あんたは昔からそう。人のことを羨ましがるばかりで何の努力もしようとしない。そんなに妬んでそねみまくるなら変わる努力をすればいいじゃない。うるさい。お前に俺の何がわかる。俺のことを見捨てやがったくせに。三田村さんに八つ当たりするかのごとく叫び散らす桐野さん。それに怒りを覚えた俺は三田村さんの横から顔を出し、桐野さんに厳しい言葉を浴びせた。見捨てられるようなことをしたのは誰ですか？ああ。桐野さんが堕落して人を人とも思わないような扱いをするから嫌われたんじゃないですか？お前に何がわかるんだよ。わかりませんよ。いつまでも拗ねた子供のような対応をする桐野さんに沸点が完全に超えてしまった俺は彼を一喝するように怒鳴り声を上げる。いつまでも拗ねて子供みたいにわがまま言ってそんな情けないことばかり言うあんたの気持ちなんてわかりたくもない。俺はあんたの仕事っぷりを初めは尊敬してたんだ。ずっと黙っていた俺の思いを桐野さんにぶつけた。俺とそんなに年も変わらないのに早く出世して監督にまで上り詰めて、俺もあんたみたいにバリバリ仕事ができる人間になりたい。そんな風に思ってた時期もあったんだ。俺の話を聞いて言葉を失う桐野さん。きっとそんな風に思われていたとはみじんも感じていなかったのだろう。辛そうに眉を寄せながら複雑な表情を浮かべていた。でもあんたは所詮それだけの人間だ。仕事の評価しか気にせず人のことを思いやれない。裏では周りを足毛にしてまともに働こうともしない。そんなあんたを慕う人間なんてこの職場にはいないんだよ。とどめの一言を指した俺は桐野さんに背を向ける。俺があんたを兄貴と認めないのはそれが理由だ。あんたから教わることは何もない。これからはあんたと同じ立場の人間だ。偉そうになんて二度と言わせない。ここにいる人たちはあんたの駒じゃないんだ。その一言が桐野さんの胸に響いたのだろう。彼は悔しそうに唇を噛みしめ、泣きそうな表情を浮かべながら事務所を出て行ってしまった。親父、すみません。桐野さん、もしかしたら。いいんだ。お前が言ったことであいつが変わるかもしれん。あいつはやめてもずぶとく生きていける人間さ。親父のその言葉通り、桐野さんは翌日、親父に退職願いを出し、うちの会社を去っていった。その後は職を転々としていたそうだが、最近になってようやく自分の頑張りたい仕事を見つけられたようで、今は少し心を入れ替えて前向きに頑張っているらしい。相変わらず傲慢な部分はあるそうだが、少しは謙虚さも出てきたそうで、桐野さんのご両親が三田村さんの母親にこぼしていたそうだ。で、ゆうた、お前今日は何か心に決めてたことがあったんじゃないのか？まさかの三田村さんの登場に俺が彼女を思っていることを知っている兄貴たち。チャンスだぞと言わんばかりに俺の肘をうりうりとこづいてきて告白をせかしてきたのだ。いや、でもちょっと今はタイミングが。何ダセえこと言ってんだよ。腹くくって男を見せてこい。そう言われ乱暴に背中を押し出されたため、思わず三田村さんに向かって倒れ込みそうになった。大丈夫ですか？三田村さんもそれに驚き、親父と話していたのに俺に視線を向け、慌てて俺の体を支えてくれた。あ、はい、すみません。ちょっと机の柱に足をかけちゃって。そばには椅子しかないのに苦し紛れの言い訳をし、兄貴たちがニヤニヤしながらこっちを見つめる。親父も空気を察したのか、しれっとそばから離れており、みんなが遠目から俺たちのことを見守る。三田村さん、俺、あなたに言わないといけないことがあって。こうなったらやるしかない。そう思った俺は覚悟を決め、顔を真っ赤に染めながら三田村さんの方に顔を向ける。三田村さんもいい大人だ。
俺の空気から何を言われるのか察してくれたのだろう。同じように顔を真っ赤に染めながら静かに俺の話に耳を傾けてくれた。俺、三田村さんのことがずっと好きでした。家政婦さんとしてじゃなくて、俺の妻として、これからはそばにいてほしいです。俺と結婚してください。重いかもしれないとは思ったが、それでも本心だ。振られる覚悟で彼女に手を差し出すと、三田村さんは優しく俺の手を握りしめ、幸せそうな笑顔を向けてくれた。姫野。え？これから姫野って呼んでくれるなら、ゆうたさんのお嫁さんにしてください。それを聞いた俺が喜ぼうとした瞬間、先ほどの合格発表以上に兄貴たちが俺を大喜びで迎え入れてくれた。大会で優勝したような雄たけびの数々に専務の人もやってきて、今日は俺の合格と婚約記念ということで、みんなが俺たちのことを祝ってくれた。それを姫野の母親に報告しに挨拶に行くと、俺は姫野の母親にもある思いを告げた。お母さんも一緒に住みましょう。姫野がいつでもそばにいられるように。俺もお母さんと一緒に暮らしたいです。いいの？姫野にも話していなかった申し出に、二人は顔を見合わせて驚いていた。ずっと考えてたんです。いくら仕事場が近くなったと言っても、離れてる間に姫野は不安だろうし、俺もお母さんのそばに誰かいてほしい、そう思っていたんで。だから一緒に暮らしてくれませんか？姫野、あんた本当に素敵な旦那さんに巡り会えてよかったね。そう言って涙ぐみながら姫野と俺に感謝をしてくれるお母さん。こうして俺は姫野と結婚し、俺は仕事を、姫野は家のこととお母さんのこと、お互いにもっと近くで守れるように、共に支え合いながら暮らしていくのでした。